カラのカンパチはジギングで狙って取るっていう上で多分一番大きな魚なんですよね。その運をどれだけ近くに寄せられるかですよね。人生かけてもいいなと思いましたね、その海を見て。もう本当に外洋の海ってもう一気に本当にすぐ荒れるんで、何も出れないです今日。悔しいですよねなんか出れないっていうのが一番。妥協はしてないです。生活もそうだし釣りも常になんか興味持ったことは本気でやるし、最後まで徹底的にやるし、その中でも妥協がないんで、その魚に対して。低いですよね、出船率かなり低いんで、出船できてしまえば、まあそれが無理やり出せるとかそれじゃなくて、ちゃんと船を出せるってポイントまで行けるっていう状態だったら、ああよかったなって。もうなんかそれが一番、ひとまず難関一番の難所をクリアしたなみたいな感じですよね、毎回毎回。そこがね、出船率低いですからね、トカラは。やっぱりその、まあ、絶海の孤島って言われるぐらい大海原の中にポツンってある島なので、あの大きい雨雲が一つ来ただけで海が大荒れになってしまうし、まあ黒潮のど真ん中ってことで、潮もかなり速い、まあ、太い潮が当たってるので、ちょっとの天候の変化とかそういう、まあ、潮位の上げ下げとかでもかなりその変わってきてしまうので、予報が良くても出れないってことはざらにあって、逆に予報が悪くても出れることもざらにあるんですよね。うん、難しいですよね、出戦率低いです。でもトカラは。ワイヤー出る前使ってパンクしたら交換せよ。限界まで使わないともったいないですから。物は大事だ。でも自分で交換すればするから、別に自分で交換する。これチューブ外して、だから別にすぐできるし。だって何もないっす。何もないし自分でやんないとどうしようもないから、ね、やるしかないですね。どうしようもないんでいやー暑いっすね。しかもこの車もクーラー効かないですね。この映像では伝わんないですもんね、この高低差がなかなかある。島に来て今4年経ちますね。移住するきっかけはもうやっぱりトカラの海が、良かったです。良かったっていうか、やっぱそこに、なんだろう、人生かけてもいいなと思いましたね。その時に。その海を見て、魚を釣った時に。まあ、トカラも7つ友人島がありますけど、その中で、悪石島って選んだ理由は、まあ、これまでやってきた、人たちがいないっていう感じですね。その釣りの中で。もちろん漁師さんとかはいるんですけど、これまで表に出てきた人たちとか、まあ、悪石島って絶対名前が出てこないような島なので、普通に生活してたら。ですけど、知られてないこそ、魚は全然擦れてなくて、何も、魚がまあ、本当に擦れてなくて、初めまして、ルアーみたいな感じの反応も、フレッシュな反応をもらえるんで、それがすごい、
自分には惹かれましたよね。なんだろう。自然体の魚たちというか、興味本位で全部飛びついちゃうみたいな、そういうのが大好きですよね。何の魚に対しても。そこが一番惹かれましたね、薬石島っていう島に。塩は西から入ってますね。いい感じだけど、最初ちょっと塩とかそこの塩と確認したいんで、何もないところで落とします。そうですね。下はどうなってるかわかんないけど、でもそんなスパンカー立てるかな。一人だもんな。黒潮がちょうど当たってるんで、今日はだからちゃんと西からが入ってますね。ちょっと何にもないですけど、ひとまず落とします。水になじませる意味も兼ねてラインを南西ぐらいかな。風が潮ですね。風はそうですね、北西ぐらいです。真逆っすね、潮と。まあ何もないんですけどとりあえずなじませて。今は悪石島からだいたい沖合へ2時間半ぐらい走ったんですけど、そのところに大きな瀬があって、でトップがだいたいまあ100メートルから200メートルの間の大きい瀬なんですけど、そこの背についてるカンパチを狙う感じですね。潮は動いてはいるけど、じゃあポイントに行きますか。早速緊張ですね。何回やっても緊張しますよね。そうですね。でかいのはもう最初の油断してる時が一番危ないですよね。1投目とか。今とかはその流れチェックとか船の流れる方向とか確認の上で1投目やったけど、こっからがドキドキですよね。今だいたい流れの感じとか分かって、この流しがどうなるかですね。いつ来てもおかしくない。くっちゃったフォールで食った。
メに変わんないでくれ。バックしますね。全然丸いサイズじゃないっすよ。色はなんか茶色いっすね。よいしょ。これ銀地引きって言ってるんですけど、こっちで大口浜鯛ですね。ほい、大口浜鯛ですね。ほい、1投目これで食いましたね。魚はね、やっぱどこだったら保証されるんですけど、本当に出船率が怖すぎて、何にしよう、それだけ。じゃあ蓋流しベスで、さっきはそこまで落ちなかったんで、今回は下から20から30ぐらいですね。パラパラとカンパチですね。羽は何が出るか分かんないっていうのが最高っすよね。しかもまた見えちゃってるから、魚探で見える、絶対魚いるところに落としてるってことなんで。ちょっと突破しましたね、これやっと。えらいキハダの反応がすごいわ。よし、やっとなんか戦場に立てたみたいな感じですよね。よし、食った。結構上だったっすね。根だけ切ってから。よいしょ。これサメに変わったかな。サメに変わった気がする。サメが食ってるかな。サメが食ったな。なんかついてはいるけど、サメかな。まだわかんない。でもなんかだんだんで引いた感じがあったから、ケツからこう食われてって、今血出てて、今すぐ軽くなったから、サメが食って離してのなんかやってる気がする。カンパチか。
とまだ分かんないですねまあこれがオシカンバチだったらまあまあでかいですよね。首は振ってるけどもうちょいですね。なんかサメな気がするな。船の真下になんかついてってるもんな。このままポンと浮いたら最高なんですけどね。サメやらサメー。途中が違う魚あったけど食われましたよね、途中から。カンパチはそうですね、トカラのカンパチはジギングで狙って取るっていう上でやっぱ狙って取りやすい魚、しかもジギングって考えたら多分一番大きな魚なんですよね。なんでそうですね、上を見たらキリがないんですよねやっぱりまあ知ってる中では70キロ、75キロ、80キロまではちょっと聞いたことがないんですけど、75までいれば80も絶対にいますよとからだから見たことはないけど、そのサイズがいる海でジギングをするってなんか楽しいっていうか楽しいですよね。やっぱり最初の何頭かは魚取れるんですけど、しばらくするとサメも船に寄ってきちゃうんで、サメも全然小さいです。あれ全然小さいですよ。中層で食われないでください。それだけですね。あんなもうバチャ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 やってるけど、正面でもやってる。これはお、そこまでつくな。よし、初めてしゃくれましたね。あ、
俺だって。大体何メートルぐらいですか？だいたい下から30とか。よし、食った。あとはサメ。あー、サメに食われるなこれ。すんなり上がってくれ。追われてる。食われんなよサメに。本命っぽいっすけどね。お手頃サイズだけど。はい、よいしょ。可愛いけど本命なんで。よいしょ。かかりどころがなんか重く感じましたね。ここにかかってれば重いわ。よくサメに食われないで上がってくれましたいや可愛いけど、でかいカンパチも一つどっかにこうやってケツにかかってくれないと取れないっすよね、なかなか。そのためのリアフックです。ポールで当たったな今。もう一回食わんかな。よし食った。上だったな。これ取りたいな。あー強い。止まれ。ここまで上げてしまえばサメの被害に遭わなければあとはいいんですけどね。特大ではないけど今日一。怪しい暴れ方してますけど上がってくれ頼む。
あ、なんかやばそう。あー、やばい。あー、食われそうだこれ。もう食ったかなこれ。急に重くなったけど。あ、取れたのか。かかり直したね、さっきのゴンゴンっていうのは。よいしょ。擦れちゃったけど今日一よっ、よいしょ。これも10キロぐらいですかね。ちょっとトカラっぽいサイズのカンパチが嬉しいっすよね、やっぱロケで出るっていうのは。いやー、もうサメに食われなくてよかった、本当に。これでこのタイミングでもうあと30分もないけど、10分もないぐらいかな、15分ぐらいだけど、このタイミングでサメに食われたらもうどうしようもなかった。もん連れてくれてよかった本当にその運をどれだけ近くに寄せられるかですよねそれは船長を信じて、船長は限りなく近くに寄せてくれるんで、あとはその自分が食わす位置をかなり上で食わせてあげる。そうすると取れる確率が2倍以上上がります、絶対に。でさらに自分のタックルがそのノットとかも完璧な状態で常にで、4号の強度を知ってるってことですね。自分の中でこれ以上かけたら切れる、でもこれなら耐えれるっていうその限界が自分で分かってると、そこまでは追い込めるんで。でもそこまでできると取れる確率っていうのは、かなり上がるんですよね。だからそこをどれだけこう近づけられるかっていうのがカンパチジギングの魅力ですよね。それで負けるならもう負けましたって感じだしタックルを信用するっていうのは大事ですよね。今日ロケが始まって初日なんですけど、ちょうど海に出れるタイミングが今日と明日しかないってことで、今日のフェリー到着がだいたい昼前だったんですけど、そこから準備してポイント到着が14時で、今終わったのが17時なんですけど、だから実長が3時間の中で、カンパチは全部で自分が取ったのは2つですね。で他の魚も結構釣れたり、やってる釣りも潮の感じとかも結構良くて、水上もいい感じに合わせていけたんで、釣り自体はすごい良かったんじゃないかなって思う。サイズは欲を言ったらサイズもっと出したかったって言いたいですけど、こればっかりはどうしようもないんでこんな豊富な海に感謝ですよね。ポールで食って海中にもでも食って下にも落ちないみたいな、毎頭釣れたみたいな感じですよね、ほぼ。だからトカラの海がどれだけ豊かかっていうのは、この3時間だけでも伝わったのかなと思います。で明日もできれば1日で、半日は出れそうなんで半日出てみるんですけど、どうなるか期待して自分でも期待して毎頭落とすのが楽しみなんですけど、でその中で運よくでかいのが出ればいいなって感じでやっていきます。明日も今日はありがとうございますでタックルなんですけど、今日は P4 号を使ってやりました。で、これが X9 っていうラインですね。キャスティングだったり、ジギングにも使えるんですけど、結構張りのあるラインで、今日はこれを選んでジギングしました。でリーダーは80ポンドのフロロカーボンです。ナイロンだと結構200メートル以上落とした時に伸びるんですよね。すごく伸びてジグの操作がしにくいんで、張りのある P とこの伸びが少ないリーダーでフロロカーボンってことでやりました。明日も多分このタックルで引き続きやると思うんで、でかいの取れればいいですね。
ありがとうございました。2日目が来ましたね釣れればいいけど、こればっかりは何とも言えないんですけど、毎日海の状況が変わるから、まあ、海見てみて、それで状況良ければいいですけどね。今日はどんな感じのプランと？今日は昨日はまあ、遠出して沖合の曽根まで行ったんですけど、今日はまあしけてて沖合まで行けないんで、島周りの、まあ、近場のちょっとまあポイントを丁寧にやっていこうかなと思ってます。かけてからどんどん船が流れていっちゃうから、しけてるその波のある方に入ってくんで、そこでランディングできるかどうかだけど、一人の場合は魚をかけられたとしても、まあ、やっぱり予想通り潮と風が真逆なんで船があんまり動かない。じゃあ2日目ですね。今日も昨日と同じタックルで P が4号で、リーダーがちょっと細くして70ポンドにしてます。フロロカーボン使ってます。ジグは 400g からです。で水深が今が160とかそのぐらいですね。潮自体は結構効いてるんですけど、風が真逆なんで船が停滞しちゃってます。動いてないけど潮は走ってるから状況的には全然悪くないです。ベイトもかなり多いし、上から20から80メートルぐらいまでムロアジががっつり入ってて、で下にちらほら大物の大きい魚の反応と、あと青鯛っていうホタの反応が入ってますね。1箇所目なんでちょっと本命のポイントは外してて、潮のちょっとチェックとも兼ねて、まあ、いないことはないですけど本命ではないポイントで今やってます。次の流しからいいところに落とします。潮はやっぱ結構効いてますね。下もバッチリ。水深今160ですね。地形は悪石島の島に対して岬状に伸びてる背があるんですけど、その背を丁寧に今日は打っていく感じです。ちょっと回収していいポイントを落としていますね。船の流れるところの確認と潮の確認でした。これ以上荒れたらちょっと困るけど。潮位が今干潮なんですけど、そこから潮がでももう効いてると思うんだけどな。干潮でもこれだけ効いてれば、上げで潮飛びすぎなければいいですね。だろうか、ポールで食ったけど下の方でしたね。サメに食われないようにあと上げるだけ。着
定の多分10メートル手前とかそんなもんでした。あー、サメに食われた。多いんだよな、サメが。昨日なんてもんじゃないですよ、このサイズ。すごいっすよね。 P の4号で14キロかけられるって、 GT やるときより強くかけてるのにガンガン出てくる。止まらん。おお、まだ出るんだ。これで今18キロとかですね。多分ラインのギリギリだったと思います。これで強度が、結束が強ければ取れるけど。どうすかなこれ。まずサメですよね。サメはね、どうしようもないですよね、年がら年中。まあでもこれも確かにサメは悪くないんですよ。やっぱりやっぱ釣り人からするとサメは確かに厄介ですけどね、かかった魚を食ってくるんで。でもサメはそれで生きてるわけで、サメだって生き物だから、その中に自分らが邪魔をしてルアーを落として魚釣ってるだけなんで、それを邪魔と呼ぶかどうかなんですけど、まあやっぱり食われるんですよね。魚が多い分サメも多いです。とからはさらにもう小さなサメも多いし、大きなサメもたくさんいる中で、サメっていうのはもうしょうがないって自分の中では割り切ってるんですけど、どうしてもやっぱりこういう撮影とかになると悔しいですよね。サメに食われるとせっかくかかった魚が食われて、悔しいですよね、単純に悪くないんですけど、サメもそれでも悔しい思いがやっぱ強いですね、こう撮影で食われてしまうと。ちょうど今日は雨予報なんですけど、ちょうど近くに線状降水帯みたいなのが急にできちゃって、ここから一気に多分波と、風も上がるし、すんごい大しけになっちゃうので、一旦上がりますね。上がって安全なタイミングでもう一回出ましょうか。まだひどくはないんですけど、この天候の判断を一歩ミスると、このトカラみたいな外洋のトカラみたいなもう本当に外洋の海って一気に本当にすぐ荒れるんで、これを判断ミスると大変なことになっちゃう。安全第一で一旦上がります。ではあと天気はもうこれもどうしようもないっちゃどうしようもないんですけど、天気はもう運ですね、これは誰がどうにかできるわけじゃないんで、天気はもう運なんで、そうですね、もうね、
祈るしかないですね天気はもう本当にそれだけだと思います。天気はどうにもできないんで、その天気が悪くてまあポイントまでいけないとしたら、まず土俵に立たせてもらえないんで、それはまあトカラの魅力でもあるだろうから、なかなか来れないけど行けた時のその嬉しさっていうのは多分あるだろうから、そこにつながると思うんで、まあ天気もしょうがないですね悔しいですけどね、天気でなかなか出戦して思い通りにいかないっていうのは、僕でもこれもしょうがないトカラの魅力の一つってことで全然出れないですね今日も大雨だし真っ赤っか。さっき警報鳴ってましたもんね放送でトカラの海はな、この時期はやっぱり梅雨なんで雨が絡むと風も強くなってで海が荒れるんですけど、そのタイミングでかぶると全然出港できないんですよね。予報が良かったとしてもこの雨雲一つで全然予報が違うから何も出れないです今日も。毎回風も強いし、いろんな天気予報サイトでも違いますもんね予報が。悔しいっすよねなんか出れないっていうのが一番、なんかそうっすよね。準備は整ってるのに土俵にも立たせてもらえないし、こんなもんじゃこんなもんなんですけどね、悔しいっすよねでしたねいやもうそうですよね。このなんか土俵にも立たせてもらえないっていうのが何とも言えないですよねそれがまあ最終日だからとはねなおさらですけど、トカラに来て実質釣りしたのなんて多分何時間かしかなくて、ロケ自体は何日だ、まあ3日間か滞在はしたのに、実質釣りしたのって本当に何時間しかなくて、なんかね、しかも出れないタイミングの方が多いっていう、このなんというかなんとも言えないこの悔しいっすよね。その出れたタイミングでいかに、まあ、結果を出すかではないですけど、まあ、チャンスが、まあ、その今回はサイズは出なかったんですけど、そのトカラみたいな大型って言われる、まあ、20キロ30キロ、まあ、それ以上のサイズっていうのは出なかったけど、そうですね、まあチャンス自体は、まあ、自分の中ではまあほとんど取り切ったかなっていうのはあったんで、まあ、それが結果であって、まあサイズは出なかったけど、まあ、個人的にはその出れたタイミングのチャンスの中で、まあ、小さいチャンスも全部取れたかなっていう感じはするんで、まあ、個人的にはいいですけど、やっぱりどうしても悔しいですよね、こうやって出れないのは土俵にも立てないってくっそって感じはあるけど、まあそれもまたトカラの海の魅力の一つなんで、なかなか出れないけど出れた時はすごいかもしれないっていうかもしれないですけど、まあ、そのチャンスはね無限にあるし、上を見たらキリがない海なので、まあそうですね、いつか、またリベンジできるんならチャレンジしたいですけどね。またやりたいね。雨上がったのにね、風の方向とね、波がそうっすね悔しいっすねテストは作れたから、また次やりたいね。Beside the fire, staring at the flames. OK
まあそうですね。 getting tired of always feeling the same. But I guess I had it あーそうですね、お客さんがその釣ってもらった時はすごく嬉しいですね。まあそれのために自分は仕事してるんで、まあ、そのために遊漁を始めたんで、まあ、最初はこっちに来て大きな魚が釣れて、まあ、大きな魚たくさん釣れて、うわすげえトカラっていう感覚があって、まあ、自己記録もどんどん更新できたのも、まあ、トカラの海だし、でそれをなんか来た、まあ、もっとたくさんの人に伝えたいというか、まあ、自分が船持ったら多分トカラの海を開拓していって、で、まあ、それで喜んでくれる人が増えるなと思って遊漁を始めたんで、その船に乗って、まあ、魚を釣って、それがその人の自己記録だとしたらすごく嬉しいし、まあ、思い出に残る魚だったらすごく嬉しいですよね。それはそれで嬉しいし、で自分も今でも一人で開拓行ったり釣りに行ったりすることはすごく多くて、例えば遊漁船の前とかそういう隙間時間でプライベートの時間作っていくんですけど、その時にやっぱり自己記録というか、まだ自己記録もそうだし、まだやったことのない釣りを開拓していって、それが開拓できた時のこの楽しさっていうのも多分一生消えないんですよねそれは多分ね変わることはないし、まあ、お客さんが喜んでくれることもすごく嬉しいし、この多分両方がまあ、どっちが越すってことはないんですけど、多分両方ずっとこう上がっていってっていう感じですよね。自分のその経験とかスキルがまあ、お客さんを乗せていって、それがいろんな人に伝わってっていう、この相乗効果というか、自分が開拓することでお客さんが喜んでくれてっていう繰り返しなんで、だからなんだろうね、まあ、自分で釣るのも嬉しいし、お客さんが釣ることもすごく嬉しいです。ずっと多分これ変わんないですね。楽しかったですねやっぱ釣りが好きなんで、本当に釣りが大好きなんで、何の釣りにしてもそうなんですけど、釣りが好きだからやっぱり何の釣りでも楽しいですね。何の釣りでも本当にカンパチだろうがジーングだろうが、まあね、トカラの海で、まあ、そうですね、釣りができるってが楽しいんで、自分の中では何でも多分楽しめます楽しかったです、ジギング。